サイアの果実。初めからよ。またかゆいわね。失礼ですが、性的なトラブルですね。ちょっとサーチ、あんた唐突に失礼すぎるでしょそれ。すみません、唐突に失礼が過ぎましたね。おはようございます、みちる様。はい、おはよう。性的なトラブルですね。挨拶すればいいってものじゃないのよ。それで手に持ってるのは何よ。抗生物質です。女性は自覚症状が出にくいとのことですので、かゆみの他に何か心当たりはありますか？例えば鼻が取れたとか。さすがに鼻が取れたらわかるよ。そもそも私性のトラブルなんかじゃ。黙らっしゃいひとまずこれを1週間飲み続けてください。もう治ったかなという浅はかな判断で途中で飲むのをやめてはいけませんよ。再発の危険がありますからね。ありがとう。でも私性的な。みちる様、私はみちる様が心配です。なぜならみちる様はおさせ。おさせ？はい、どんな男性にも気軽にお股を開いてしまう残念な低層観念を持つ女性、それがおさせです。そんなわけないでしょ。私はこう見えても処女なのよ。そうなんですか？マキちゃんが熟睡してるチルチルの穴っぽこにボーリング玉入れようとしたらガバガバすぎてスポーンって抜けたのよさと言っていたものですから、てっきり毎日お盛んなのかと。仮に毎日お盛んだとしてもボーリング玉がスポーンってありえないでしょ。スポーンではマキちゃんは少し大げさに言ったんですね。わかりました。それにしても処女なのに性病とは悲しすぎますね。無職の父親がわしは無職じゃなくて発明家じゃと言い張っているような悲しみです。くす。だから性病じゃないってば。たたたた。お、何？やー！うわー！天中なり！なんで突然低い姿勢からお腹を狙ったタックルを。みちる様、それは電動マッサージ機のモノマネでしょうか？震えてんのよ。苦しくて。震えて当然！薬の譲渡は薬事法違反なのよさ。マキちゃん、大丈夫だよ。これ薬のようで薬じゃないから。薬じゃねえの？じゃあそれ何？芋練りを丸めた物体。それをお薬としてみちる様に渡してみたらどんな反応するかなーって。ああ、芋練りな。じゃあ問題ないのよさ。ってことでチルチル、これ飲め。芋練り飲むかー。マキな、もし薬事法違反とかだとしてもなんでサチじゃなくて私にタックルしてくるのよ。いやー、その金髪見てたらつい加速してしまったのよさ。ねにサチ、どうして私に丸めた芋練りを飲ませようとするのよ。ふとプラセボの実験をしたいと思い立ったのでちょうど良い実験台かと。プラセボ？なるほどね、プラセボね。それじゃあまあ仕方ないわね。ほんじゃまあ今後は気をつけるようにプラセボによーく言っておくのよ。ところでチルチルよ。何よ。最近のチルチルは知ったかぶり以外にどんな活動をしているのよさ。
そうね。ねえサチ、私ってば最近はどんな活動をしてた？はい、今メモ帳を確認しますので少々お待ちください。そのメモ帳の隅、四角いマークがついてるけど何？これはスマートフォンでスキャンする時の目印です。後で簡単にデータベース化できるので便利なんですよ。なるほどな。何言ってるかわからないけど、なるほどな。大丈夫ですよ。何言ってるか分かってないだろうなって思いながら説明しましたから。さすがサチ、私のことは全部お見通しなのね。感動。ふのふ。ところでサチ、もののふってなんだっけ？武士のことだと思いますが、急にどうなさったんですか？いや、ふのふって笑ったら、もののふと似てるなって思ったんだけど、もののふってなんだっけと思って。はいはい、黙っていればいいものをつい口に出してしまったというやつですね。今後はだーっとけ、だーっとけ、黙っておけをブロークンな発音で言うとだーっとけです。ブロークンなブレインのミチル様にはブロークンな発音がお似合いですね。おー、なるほどね。サチって本当に物知りなのね。ふふのもののふだっとけ。はい、ここのメモですね。ごく最近のミチル様の活動記録です。私にも教えてほしいのよさ。どんな活動してるのよさ。では盛大に読み上げますね。その1、お肉屋さんで揚げたてのコロッケを食べるために長時間並ぶ活動。目の前で売り切れちゃったのよね。その2、スナック菓子を噛まないで口の中でゆっくり溶かしきる活動。気がついたら口からよだれが溢れ出ちゃって大変だったわ。その3、道路で目をつむったままどれだけ前に進めるかの活動。縫うか縫わないかの気がするところだったわよ。その4、兜とクワガタ、結局どっちが強いのか調べる活動。カナブン乱入で結果はよくわからなかったわね。その5、いつ宇宙人が攻めてきてもいいように夜はギリギリまで寝ない活動。まさか UFO が飛んできて中に吸い込まれるとはね。あの時はさすがの私も驚きましたね。なんだかんだで逃げてこられてよかったです。記憶の一部は欠落しましたが、こうやって振り返ってみるとなかなか活発に活動はしているものの、やっぱりいまいちよね。活動というかただの病人の日記じゃねえのこんなの。マキちゃん、ミチル様は今のままじゃダメだって思ってるみたい。もっと大きな活動がしたいみたいだね。本当にチルチルはどうしようもねえな。そうだ、いいこと思いついちゃった。活動の基本を忘れていたわ。なんなのよさ、言ってみ。活動といえば部活動。こんな基本的なことを忘れていたなんて。部活っすか、ミチル様。そうよ。どうして今まで気づかなかったのかしら。私がしてそうでしてこなかった活動、部活動。部活動の一つでもすれば活動家としてステップアップするに違いないわ。なるほどな。そうな、チルチルの言う通りな。ほんじゃ失礼するのよさ。待ちなさい副部長。誰が副部長か。そんな面倒なことに関わりたくないのよさ。何言ってるのよ。考えてもみなさい。そもそも美浜学園に決定的に足りない要素は部活動じゃないの。さてさて、この3人のメンバーでどんな部活をやればいいのかしら。むはー、忙しくなりそうね。マキちゃん、嫌な予感しかしないね。いいから行こうよ小峰書記長。書記長？
斬新な部活ってなかなか難しいのね。お言葉ですが、みちる様、斬新でなくてはいけないものでしょうか。そりゃそうでしょう。どうせやるならまだ誰もやってない新しい部活がいいじゃない。なるほど、おっしゃる通りかもしれません。では来週またここで。ダメ、今決めるの。今がいいの。ではこんな風に考えてみてはいかがでしょう。ゼロから新しいものを作るのは難しいので、既存のものを足すというアイデアです。それってどういうこと？あつまりバレーボールをビーチでやるとビーチバレーという新しいスポーツになりますね。このように組み合わせで新しいスポーツを作ってその部活動をするというのが。なるほどね。それね、いいわね。採用。私もちょうど同じこと考えてたの。じゃあこれはどうかしら。はい、何でしょうか。ロッカー剣ほう、一応聞きますけど、それは？剣道をロッカーの中でやるというアイデアです。ロッカーというのは物をしまう収納でおなじみのロッカーでしょうか。教室の後ろとかにあるあのロッカーだってさ、ビーチでバレエをやるんならさ、ロッカーで剣道してもいいじゃない？するのは自由ですが、多少手狭ではないかと。よし、物を試しよう。一回やってみよう。サチ、あのロッカーの中に移動。いや、みちる様、さすがにロッカーの中は。これは予想以上に真っ暗かつ手狭ね。失敗だわ。予想通りと言った方が適切ですね。二人だとぎゅうぎゅうになるのね、ロッカーって。本来二人用ではありませんからね。一人用でもないですけど。これだけ近いと吐息が顔にかかっちゃったりするのね。何せ手狭ですからね。なんかサチってさ、甘い香りしない？そうでしょうか。自分ではわかりません。いや、まあいいんだけど。暑いわね。ムシムシしてくるわね。そうですね。体勢をちょっと変えましょうか。そうしましょう。なんか当たってるんだけど、これ何？それは私の体の一番柔らかい部分ですね。こっちは？そこは2番目に柔らかい部分ですね。この2番目の部分、ちょっと湿ってるけど。すみません、汗ばんでしまって。いいのよ。別にそれはいいのよ。みちる様。何よ！正直、ムラムラしてきました。みちる様、大丈夫ですか？ペタペタペタ。大丈夫だから、必要以上に触らないでよ。いや、ですから、性的に興奮してきてしまいましたし、下着がいい感じに恥ずかしい状態になっていますし。恥ずかしい状態ってどういう状態よ？女同士なのよ。それなのに。それなのにです。聞いていただけますか？聞いてみる。こうしてほてった肌が触れ合うと、たとえ相手がみちる様でも妙に性的な高まりを感じる自分を否定できません。ご安心ください、みちる様。私はこう見えて口が硬いんです。